はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ワンオーディオフォーカス A6 ワイヤレスヘッドフォンです。A シリーズは A 点からレビューしてるんだっけ？そう、A 点は2年前に入院してる時にレビューのシナリオ書いてたんだよな。そういえばそうでしたね。後で一つ前のモデル A5 や A 点と波形比較してみようかな。はい、そうしましょう。ワイヤレスモデルは後発の方が当然スペックは良くなっていくね。A6 の特徴は上の通り。初のアプリ対応、ノイキャンがマックスでマイナス 48dB、Bluetooth 6.0 あたりに目が行く。詳細は順に触れるとして、外観から見ていくと、1000モデル A5 に比べ、イヤーカップがスリムになっています。これは助かる。A5 を何度か通勤で使ったけど、イヤーカップが大きいなーって思ってたから。軽量化してるのかと思ったけど、10g も違わなかった。折りたたんで小さくなるし、イヤーカップは180度回転するあたりは A5 と同じ。外で使うには必須の構造だよね。そうだね。A5 とは構造も使っている素材も少しずつ違ってるのがわかるかな？わかりますよ。A5 のこの部分が金属素材だったのに A6 は樹脂製なのがちょっと心配です。確かに、ここは金属素材のままが良かったな。ヘッドバンド部は3センチ弱伸びるんで、頭の大きいジャックさんでもフィットするでしょ？問題ないよ。少し余裕あるぐらい。イヤーパッド内部はあんまり余裕ないけど、装着時にうまく合わせると耳に当たらなかったんで、外音の遮断と長時間使用も問題なさそう。ここからちょっと音が漏れてくるんで、人の密集するところでは気をつけた方が良さそうですが、確認したところ、よほど大音量じゃなければ大丈夫でしょう。カラーはブラックとホワイト。Amazon だとブラックだけクーポンがついてた。価格は9980円。クーポン利用で8000円台だね。ドライバーはカスタム仕様の 40mmDD。PET ダイヤフラムってイヤホンでも幅広く使われてるよね。エントリーモデルとかに多かったっけ？そうだね。40mm のドライバーサイズも多くのヘッドフォンで採用されてる。有線接続は Windows PC につないでみて、ワイヤレスに比べ音質はいいかな。ノイキャンはオフの方が低域が締まり、さらに印象は良かった。このクラスのワイヤレスヘッドフォンって以前に比べて有線接続の質が上がってる気がする。ノイキャンも使えるし、うちでは有線でつないだら普段使いにちょうどいい。ゲームモードは 65ms の遅延で A5 と同じ。LDAC との併用は NG。そりゃそうか。ドラマ視聴ぐらいでもオンにした方が効果はあったよ。バッテリーの連続稼働時間はノイキャンオンでも40時間も持てば十分だよね。充電忘れてても10分の急速充電で10時間使えるのか。私、これだけでも OK だよ。デュアルデバイス接続。これは便利だし、今や愛には必須機能です。Android スマホと Windows PC をデュアル接続にしたんですけど、Windows PC の音声がアクティブでも、スマホアプリからゲームモードのオンオフや、ムービーサウンドエフェクト、EQ の調整ができるのが便利でした。思ったより音質変化の幅があるので、もし買ったら音質調整はいろいろ試してみてほしいです。LINE で通話テストしてみたんだけど、ヘッドフォンして喋れるのってなんか慣れてなくてよく聞こえすぎちゃって変な感じした。通話は快適そのものだし、通話品質もいい。家族にも装着してもらったけど、すごい自然だねーっていう感想だった。ノイキャンは全モデル A5 あたりから結構効きがいいね。装着さえしっかりできていれば結構効果あるし、数値上は A5 以上の性能になってる。外音取り込みも自然な感じで悪くなかったよ。A6 から専用アプリ対応になって画面はこんな感じ。ノイキャンオンオフなどのコントロール、音声ガイダンス、画面表示の言語選択、ゲームモード、プリセット EQ とカスタム EQ 設定など一通りのことができるね。ムービーエフェクトをオンにすると音が広がるよ。やっぱりアプリ対応の方が使ってて便利って思うわ。音楽専用なら LDAC モード、便利さを優先するならマルチポイント接続で2台のデバイスに接続とか。LDAC モードとマルチポイント接続は同時には使えないから優先度に応じて使い分けることになるでしょう。じゃあ、ここからは波形を見ていこう。一応過去にレビューしたワンオーディオ A 点と A5 の波形を重ねてみた。ノイキャンオンがメイン仕様の想定ですね。この比較では低域と高域は A6 が中間的で聞きやすそうですが。そうだね。比較する前から A6 は聞きやすい質感だと思ってたんで、波形比較してみて、ああ、やっぱりって感じだね。A5 は低域に特化しているし、A 点はノイキャンオンにすると高域が鋭くなる。なので A6 はうまくまとめてきたわーと思ったよ。そうなんですね。次は A6 だけで条件別に波形を重ねてみました。まずはワイヤレス接続時、ノイキャンのオンオフで中域が持ち上がるんですね。そう、オンにするとちょっと広がりを感じるんだけど、輪郭がややぼやける感じなんだよな。ワイヤレスのノイキャンオンでムービーエフェクトをオンにした場合も似た印象。ワイヤレス接続でのノイキャンオフとオンの違いを収録してみたんで、ちょっと聞いてみようか。はい、そうしましょう。1分ぐらいでまとめたんでしたっけ？そう、音調整の基準はノイキャンオフ。オフの方が芯のある感じとオンの場合の中域の持ち上がり方が伝わればと思ってるよ。
はい、じゃあ聞いてみましょう。音量上がりますよ。はい、プチサウンドチェックでした。違いははっきりしていましたね。ノイキャンオフの方が聞きやすかったかな。そうだね。実機でも違いはこんな感じで、空間表現がなんとなくこじんまりした感じだったよ。音楽を聴くならどれが良かったの？有線接続でノイキャンオフが個人的には一番しっくりきたけど、ワイヤレス接続でノイキャンオンで使う場合が一番多いだろうから、LDAC モードでプリセット EQ のベースモードか、カスタム EQ のこんな設定かな。カスタム EQ 使うとゲインが下がっちゃうんで、こんなセッティングになってる。これでワイヤレス接続でノイキャンオンでも個人的には結構いい感じで聞けた。さっきの波形比較の通り、条件が変わると結構音が変わって、A6 はいろんな質感で聞けるのが面白いなぁと思った。音楽、映画、ゲームなどオールラウンダーとして設計されているようだから、これ1台でいろいろ使いたいんだよっていう人には合うと思うわ。高低バランスも以前のモデルより平均化されて扱いやすいと思う。確かに普段使いを想定すると便利そうですね。この後もうちょっと試聴してみます。はい、ということでワンオーディオのワイヤレスヘッドフォンニューモデルフォーカス A6 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。